皆さんこんにちは、ケニーです。今回も eFootball アプリの解説をお届けします。今回は4バックの初期配置から3バックへと変化させる戦術の一例としてサリーダ・ラボルピアーナについて解説していきます。これはセンターバックの間にミッドフィルダーの選手が下がってくることで3バックを形成する戦術です。開発者であるリカルド・ラボルペから名付けられたこの戦術はビルドアップにおいて優位性を作ることでアドバンテージをもたらします。今回はアイデア単体の内容なので短い動画にはなりますが、ぜひ最後までご視聴ください。今回使用したスカットがこちらです。ここで注意してほしいのは、この動画は戦術やスカット全体の解説ではなく、あくまでサリーダ・ラボルピアーナという動きを実現するアイデアの解説であるということです。実際、このスカットをそのままコピーしてもそこまで強くはないと思います。ただ、アイデア自体は非常に面白いので、そこを出発点として様々な戦術に応用することができます。そのため、この動画ではスカットの中でサリーダ・ラボルピアーナに関する部分だけを解説していきます。まず主役であるセンターバックの間に下がるミッドフィルダーの選手。ここは DMF として起用します。プレイスタイルは何でも良いですが、重要なのはパスやドリブルなどゲームメイクに関わる数値です。このような特徴がある選手を最終ラインの真ん中に配置し、そこからクオリティの高いパスを供給できるのがサリーダ・ラボルピアーナの最大のメリットです。そしてこのプレーを実現するために最も重要なのがサイドバックの起用法です。ここをサイドバックではなくサイドハーフとして起用し、選手指示でラインダウンを設定することで実質的にサイドバックとしてプレーさせます。こうなるとディフェンダーの選手がセンターバック2人になりますが、これが今回の動画のポイントです。今の eFoot ではディフェンダーの選手が2人しかいない場合、攻撃時にミッドフィルダーの選手が下がってくるという仕様があり、この動画ではそれを利用します。また、この起用によりサイドバックを高い位置に押し上げられるのもメリットの一つです。最後に DMF の一つ前の CMF について、ここに選手指示でディフェンシブを設定します。この選手はディフェンスラインに下がったミッドフィルダーの代わりにアンカーとしてプレーする役割で、サリーダ・ラボルピアーナには必要不可欠です。DMF 起用ではなく CMF のディフェンシブ設定にしているのは、本来ディフェンスラインに下がってほしい選手に代わってその動きを行うのを防ぐためで、これにより下がる選手と2人目のアンカーという2つの役割を明確にすることができます。以上が今回のアイデアに関する部分の人選です。続いて実際のプレイを紹介していきます。今回紹介するプレイは非常にシンプルです。センターバックの間に下がって3バックを作ったところから決定的な縦パスでビルドアップを完結させます。イメージとしては相手を引きつけてからひっくり返す疑似カウンターに近く、ハイリスクながら大きなリターンと爽快感のあるプレーを楽しむことができます。
最後に e フットボールにおけるサリーダ・ラボルピアーナについて個人的な見解を述べておきたいと思います。そもそもこの戦術は現実のサッカーにおいて2トップの相手に対して3バックで数的優位を作るために使われるものです。ただ、現実の試合では相手が2トップか否かを事前に予想し戦術を準備できるのに対して e フットではマッチングして相手のスカットを見るまでそれがわからないという特性があります。そのため、初めから3バックを作る前提であるこのような戦術は意味をなさないという考え方も理解できます。ただ、個人的にはそれでも自陣で3バックを作り、真ん中にゲームメーカーを置くことはメリットだと思います。今の e フットは数的優位を作れば良いという単純なゲームではなくなっています。そういう意味で自陣からのパスの質で明確に違いを作れる今回の戦術には意味があります。また実際に試合を始めてみてうまくいかなかった場合は、サイドハーフの選手をサイドバックの位置に戻すといった修正を行っても面白いと思います。また同じように3バックを作る戦術であるクロースロールとの比較を通してわかることもあります。クロースロールはセンターバックの横にミッドフィルダーが下がってきて3バックを作る戦術です。両者の違いはプレーを行う角度です。クロースロールが約90度の角度でプレーを行うのに対して、サリーダ・ラボルピアーナではそれが約180度になります。角度が広ければ選択できるプレーも多くなりますが、その分相手のプレッシャーを受けます。そのため高いプレースキルが求められ、ハイリスクハイリターンであるのが今回の戦術の特徴です。今回はサリーダ・ラボルピアーナを実現するためのアイデアについて解説しました。それ自体は非常に面白いですが、ボールロストした際の守備やビルドアップでのリスクを考えるとまだ課題があるのも事実です。実用化に向けて今後研究していくのと、視聴者の皆さんも良い方法があればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。では今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルでは今後もこのような戦術系の動画や現実のチームの再現動画を投稿していきます。興味があったり参考になった方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。